こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればチャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は32歳、雇われない僕がそれでもお金が残るようになった10のことというテーマでお話ししていきます。会社員のように毎月決まった給料が入ってこない。来月も今月と同じだけ稼げるかわからない。売上が多い月もあれば少ない月もある。そんな働き方をしている人にとってお金を残すことは簡単ではないと思います。僕は現在32歳で特定の会社には雇われずに暮らしています。主な収入は Kindle 出版、ノート、YouTube、そして毎月3万円ほどの配当金です。こう話すと完全にストック収入だけで暮らしているように聞こえるかもしれません。しかし実際にはそうではありません。今は発信活動に力を入れているため Uber Eats の配達は一旦セーブしています。ただ黒ナンバーの軽自動車は今も保有しています。配達アプリを開けば、いつでも配達を始められる状態です。もし発信の売上が月5万円落ちたなら、Uber で5万円分を埋めればいい。反対に、Kindle や Note、YouTube の売上が伸びている時期には、配達を減らして発信活動へ時間を使う。僕はこのように、収入の状態に合わせて、働く量を調節できる仕事を残しています。今回のお話は、独立やフリーランスを目指している人だけに向けたものではありません。アルバイト、パート、非正規雇用、Uber Eats などの配達員、個人事業主、副業をしながら生活している人、毎月の給料は入ってくるけれど、収入が少なく、将来に不安を感じている会社員。このように、正社員と比べて収入が安定しにくい人や、現在の働き方に不安を感じている人にも参考にしてもらえる内容だと思います。僕がお金を残せるようになったのは、完全な不労所得を作ったからでも、毎月必ず高い収入を得られるようになったからでもありません。収入が多い月と少ない月があっても、生活が崩れにくい仕組みを作ったからです。今回は雇われず、毎月の収入も安定しない僕が、それでもお金が残るようになるまでに整えてよかった10のことをお話しします。一つ目は、生活費を月11万円まで小さくしたことです。収入が不安定な働き方をするときに、最も大切なのは、毎月高い売上を作ることではありません。売上が少ない月でも赤字になりにくい生活を作ることです。毎月30万円必要な生活なら、30万円を下回った瞬間に不安になります。毎月20万円必要なら、20万円を切るたびに仕事を増やさなければいけません。しかし、生活費が月11万円なら、まず11万円を作れば生活は続きます。もちろん、税金や社会保険、突発的な支出などもあるので、実際にはもう少し余裕が必要です。それでも、生きるために最低限必要な金額が小さいほど、収入が落ちた時のダメージも小さくなります。僕は、生活費を小さくすることを単なる節約だとは考えていません。仕事を選べる範囲を広げるための準備だと思っています。生活費が高ければ嫌な仕事でも高収入なら続けなければいけません。生活費が小さければ収入が少し下がっても自分に合う仕事を選びやすくなります。収入を増やす前に少ない収入でも生きられる生活を作ったこと。これが雇われない暮らしの土台になりました。二つ目は、一つの収入に依存しなかったことです。僕の収入源は、Kindle、ノート、YouTube、配当金など、いくつかに分かれています。一つ一つを見ると、会社員の給料ほど安定していません。Kindle の売り上げが落ちる月もあります。ノートが売れない日もあります。YouTube の再生回数も動画によって大きく変わります。しかし、すべてが同時にゼロになる可能性は低くなります。Kindle が弱い月にノートが売れることもあります。
新しい YouTube 動画が伸びなくても、過去の動画が再生されることもあります。配当金は僕がその日に何も作らなくても入ってきます。僕が目指したのは一つの巨大な収入源ではありません。小さな蛇口をいくつか作ることでした。一つの蛇口から水が出なくなっても別の蛇口から少しずつ入ってくる。収入源を分けることで売り上げが落ちた時にすぐ生活全体が崩れることを防げます。3つ目は働く量を調節できる仕事を一つだけ残したことです。発信の収入はすぐには増やせません。今月の Kindle の売り上げが落ちたからといって明日すぐに売り上げを5万円増やすことは難しいです。YouTube も動画を出せば必ず再生されるわけではありません。ノートも記事を書けば必ず売れるわけではありません。ストック型の収入には育つまで時間がかかるという弱点があります。そこで僕は必要な時にすぐ働ける仕事を残しています。僕の場合は Uber Eats の配達です。現在は発信活動を優先しているため、配達を一旦セーブしています。それでも黒ナンバーの軽自動車は保有しています。配達アプリを開けば必要な日に配達を始められます。発信の売り上げが落ちたらその不足分だけ配達する。発信が伸びている時期は配達を減らして新しい作品を作る。働くか働かないかの二択ではありません。今月は3日だけ働く。来月は少し増やす。その翌月は発信へ集中する。このように必要な金額に合わせて労働量を変えられます。これは Uber でなくてもいいと思います。タイミーなどの単発バイトへ登録しておく。日雇いの仕事を探せる状態にしておく。以前の職場で繁忙期だけ働ける関係を残しておく。短時間だけ入れる仕事を持っておく。大切なのは普段からたくさん働くことではありません。お金が必要になった時にすぐ労働収入を作れる状態にしておくことです。4つ目は毎月同じ金額を稼ごうとしなくなったことです。会社員として働いていると基本的には毎月同じ時期に給料が入ります。しかし雇われない働き方では収入が毎月変わります。売上が多い月もあれば少ない月もあります。以前の僕なら売上が少ない月があるだけで焦っていたと思います。今月30万円なら安心。来月20万円なら不安。その次の月に40万円入ればまた安心する。毎月の数字に感情を振り回されます。しかし変動収入の暮らしで毎月同じ金額を求めることには無理があります。そこで僕は1ヶ月ではなく数ヶ月や1年単位で見るようになりました。売上が多かった月のお金をすべて使わない。翌月の売上が落ちることを前提に残しておく。3ヶ月や半年で見て生活費を上回っていればいいと考える。雇われない暮らしでは良い月に生活水準を上げないことが重要です。良い月のお金は悪い月の給料でもあります。5つ目は自分の商品を増やしたことです。僕は Kindle 本を40冊以上出版しています。ノートの記事があります。YouTube にも過去に公開した動画が残っています。こういったコンテンツは作った瞬間だけ働くものではありません。何ヶ月前、何年か前に作ったものが今も誰かに読まれたり再生されたりすることがあります。雇われて働く場合は基本的には働いた時間に対してお金を受け取ります。今日働かなければ今日の収入は発生しません。一方で自分の商品を持っていると今日働いていない時間にも小さな売り上げが生まれる可能性があります。もちろん一冊出せば生活できるほど売れるわけではありません。一本の動画がずっと再生され続けるとも限りません。だから僕は一発を当てることより自分の商品を置く棚を増やしてきました。一冊では小さな売り上げでも40冊あれば合計は変わります。一本の動画が月に数百円でも本数が増えれば合計は大きくなります。自分の商品を増やすことは未来の自分の代わりに働く小さな分身を増やすことです。6つ目はクライアントワークをなるべく避けたことです。雇われずに働く方法として
誰かから仕事を受注する方法もあります。ライティング、デザイン、動画編集、コンサルティング、様々な仕事があります。クライアントワークは比較的早く収入を作りやすい働き方です。その一方で納期があります。連絡があります。修正があります。相手の都合があります。仕事を受けている間は自分の好きなタイミングだけで働くことは難しくなります。雇われてはいなくても別の形で相手の時間に縛られることがあります。僕はできるだけ自分で内容を決め、自分のタイミングで作り、自分で販売できる仕事を選んできました。Kindle もノートも YouTube も基本的には自分で企画を決められます。もちろん売れる保証はありません。ただ、納期や修正を追われることは少なくなります。高単価な仕事を受けることより自分のペースを守れる仕事を選んだこと、これも生活を崩さずに続けられている理由だと思います。7つ目は、働いた時間ではなく、出した成果物で1日を終えるようにしたことです。雇われて働くと、8時間働くこと自体が1日の基準になりやすいです。仕事が早く終わっても決められた時間までは職場にいる必要があります。しかし、自分で働く時間を決められるなら、8時間働く必要はありません。僕は今日は Kindle の原稿を書く、YouTube 動画を1本作る、ノートの記事を投稿する。このようにその日に出す成果物を決めています。2時間で終わればその日の仕事は終わりです。4時間かかる日もあります。体調が悪ければ翌日に回すこともあります。長時間働いたことではなく、未来に売り上げを生む可能性があるものを一つ残せたかを重視しています。時間で働くのをやめて作品を積み上げる働き方へ変えたことで短時間でも収入の土台を増やせるようになりました。8つ目は収入が増えても生活水準を上げなかったことです。収入が増えると家賃を上げたくなります。いい車へ乗り換えたくなります。外食を増やしたくなります。サブスクや便利なサービスも増えます。しかし変動収入の暮らしで固定費を増やすと売上が落ちた時に苦しくなります。月40万円稼いだ月に40万円を基準に生活を作ってしまう。すると翌月の収入が20万円落ちた時、生活が赤字になります。僕は売上が増えても基本的な生活費を月11万円程度に保ってきました。収入が増えた分は翌月へ残す。生活防衛資金にする。投資へ回す。事業へ再投資する。良い月の収入で悪い月にも耐えられる状態を作ります。収入は変動しても生活費は大きく変動させない。この仕組みがお金を残しやすくしてくれました。9つ目は配当金を2つ目のセーフティーネットとして育てたことです。僕は現在毎月3万円ほどの配当金を受け取っています。ただしこの配当金は今のところ生活費として1円も使っていません。受け取った配当金はすべて再投資しています。再投資することで次に受け取れる配当金を少しずつ増やしていきます。今すぐ生活を楽にするためではなく、将来必要になる労働を少しずつ減らすために育てています。しかし、絶対に使わないお金というわけではありません。発信の売り上げが大きく落ちた。体調を崩して Uber の配達もできない。急な出費が続いた。そんなピンチになれば、配当金を再投資せず、生活費に回すこともできます。僕には2つの調整手段があります。1つは、Uber の配達を増やして労働収入を足すことです。もう1つは、配当金の再投資を止めて生活費へ回すことです。働けるなら Uber で不足分を埋める。働けないなら配当金を生活へ回す。普段は両方を使わず発信活動を育て、配当金は再投資する。でも、ピンチになればいつでも使える。この二重のセーフティーネットがあることで、発信の売り上げが一度落ちただけですぐ会社員へ戻らなければいけない状態を避けられます。完全ファイヤーできるほどの資産がなくても、生活費の一部を埋めてくれる配当金があるだけで安心感は変わります。10個目は、
現金を何もしなくても暮らせる時間として残したことです。配当金があっても、Uber で働けても、現金は必要です。車が故障すれば、配達できない期間が生まれます。体調を崩せば、発信も配達も止まるかもしれません。売上の入金が予定より遅れることもあります。その度にすぐ働き方を変えるのは大変です。だから僕は現金をただ使っていないお金だとは考えていません。何も生み出せない時期にも生活を守ってくれる時間だと考えています。生活費が月11万円なら現金11万円で1ヶ月分、33万円なら3ヶ月分、66万円なら半年分です。現金があれば売上が落ちた翌日に慌てて Uber へ行かなくても済みます。まず、新しい Kindle を作る、YouTube の内容を見直す、ノートの商品を整える、それでも足りなければ Uber を増やす、この順番を選べます。現金がないと目の前のお金を作るために未来の売り上げを作る時間まで失います。現金があることで焦らずに自分の商品を立て直す時間を確保できます。ここまで雇われない僕がそれでもお金が残るようになるまでに整えてよかった10のことをお話ししました。一つ目は生活費を月11万円まで小さくしたことです。二つ目は一つの収入に依存しなかったことです。三つ目は働く量を調節できる仕事を一つだけ残したことです。四つ目は毎月同じ金額を稼ごうとしなくなったことです。5つ目は自分の商品を増やしたことです。6つ目はクライアントワークをなるべく避けたことです。7つ目は働いた時間ではなく出した成果物で1日を終えるようにしたことです。8つ目は収入が増えても生活水準を上げなかったことです。9つ目は配当金を2つ目のセーフティーネットとして育てたことです。10個目は現金を何もしなくても暮らせる時間として残したことです。雇われない暮らしというと、働かずに入ってくる収入をたくさん作り、完全に仕事から解放された状態を想像するかもしれません。しかし、僕の暮らしはそのような完成されたファイヤー生活ではありません。Kindle、ノート、YouTube などの発信収入を積み上げる。配当金は使わずに再投資する。発信の売り上げが落ちれば必要な分だけ Uber で働く。体調などの理由で働けなければ配当金を生活へ回す選択も残しておく。さらに現金で何もできない期間へ備える。僕は一つの大きな収入へ人生を預けるのではなく、小さな収入と逃げ道をいくつか組み合わせています。収入が減ったら人生が終わる状態ではなく、どこかを少し調節すれば、今の生活を続けられる状態を作る。雇われない暮らしに必要なのは、大金よりも調節できる仕組みなのかもしれません。この仕組みは、雇われずに働いている人だけのものではありません。アルバイトやパートで収入が少ない人、非正規雇用で契約更新に不安がある人、会社員として働きながらも将来の収入に不安がある人、誰でも小さな副収入を一つ作る。必要な時だけ働ける場所へ登録しておく。生活費を小さくする。少しずつ現金を残す。できる範囲で生活を一つの収入に依存させない状態へ近づけます。正社員にならなければ安心できない。資産3000万円を作らなければ自由になれない。完全な不労所得を作らなければ雇われない暮らしはできない。僕は必ずしもそうではないと思っています。生活費を小さくして、複数の小さな収入を持ち、必要な時だけ働く量を増やせるようにしておく。この状態なら完成されたファイヤーを待たなくても、今から少しずつ働き方を自由にできます。ということで今回は32歳雇われない僕がそれでもお金が残るようになった10のことというテーマでお話ししました。今回の内容が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。また、僕の著書やノート、ゆるーく小さく生きる人のためのコミュニティ、田中クラブについては概要欄にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。